日本住建兵頭です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ今日は日本住建の体感モデルハウスの第2弾ですね。日本着のモデルハウスをご案内させていただこうと思います。これは注文住宅？これは企画住宅のレコのシリーズのまたモデルハウスになるんですけれども、企画住宅なんですね。はい、そうですね。僕ね、家づくりで一つ思うことありまして、はい、価格高騰ってあるじゃないですか。はい、ありますね。やっぱり安く作りたいなと思うんですよ。はい、はい、ただかっこよく、そして高性能住宅、そして耐震も大事ですね。で安くしたいんですよ。なるほど。じゃあ結論から言うとこれはできます。はい。やっぱ耐震性も落とさずに、断熱性も落とさずに、あと注文住宅の自由度も落とさずに、じゃあ何をこうしたかというと、やっぱり僕らみたいな設計士からすると、そんなにお金をかけずにかっこいい建物の設計ってできると思ってるんですね。なのでこの設計士が考えるそんなにお金のかからないかっこいいお家っていうのを、定額制で出すというのがこのレコになります。これ、じゃあその噂のこの建物、いくらですか？エアコンとか家具とか全部含めて建物だけでだいたい2850万円ぐらいですね。安い。全部入れてですか？全部入れてです。エアコンも入れて？エアコンも入れてです。建物だけですけどね。うわ、じゃあ早速、その中身がね、どうなってるのか見ていきましょう。ではまずね、外観からお願いします。外観はこの企画住宅の一番のそのポイントとしては、生活感のない南道路の建物というふうになりますね。あと南道路の建物って、道路に対してリビングの大きな明かり取りの窓だとか、玄関だとか、ベランダが全部南側に向いちゃうので、道路からするとかなり生活感が出やすいような建物になるんですね。もう家って感じですよね。そうです。でもこのレコのコートという企画住宅は、そんな南玄関ですけれども立体感もしっかりあって玄関も見にくいし生活感が出にくいっていうような建物になってます。建物の特徴なんですけれども、やっぱりそんなにいいものを使ってということよりは、割とこのレコの標準のサイディングを使って外観を作るということを今回は意識して作っておりますので、そのレコの標準の外壁材を使ったモデルハウスになります。やっぱりいろんな色を取り入れていくっていうのもありなんですけれども、最近の流行りでいくと、結構一色でまとめて統一感を出してかっこよく作っていくというのがポイントになりますので、この建物もグレーで統一した建物になっております。この建物は中庭がついております。中庭、どれですか？紹介してください。こちらから行きましょうか。うわ、この画角もいいですよ。見てくださいこれ。いやー、やっぱり南道路のお家っていうのは、道路と建物の間に中庭ができお庭ができますので、やっぱりプライベートな中庭っていうのはどうしても作りにくくなってくるんですけど、僕ん家が今そうなんですよ。そうなんですね。みんなに披露してる感じがします。なので例えば自転車だったり、お子さんが遊ぶプールだったりボールとかがやっぱりお庭に出ちゃうんですよね。プールなんかね、できないです。そうですよね。そうやって言われる方も多いんですけど、やっぱりそれが人生の楽しみを少なくしているので、ちゃんと南道路でも中庭があってプールだとかお庭が少しプライベートな空間で保てるような設計になっております。これは実は玄関の方から中庭にもアクセスできるようになっておりますので、ちょっとしたこのお庭の空間っていうのがあるのがいいですね。なるほど。今は石を引いて本当に見るための中庭、明かりを取るための中庭になっていますけれども、例えば芝生を引いてお子さんがちょっとプールを出したりできるようにしてもいいですし、ちょっとテラスにして大人の人が外に出れるような空間にしてもいいですし、使い方はそれぞれ対応ができると思います。では中行きましょうか。この建物はですね、すごくカジュアルに作っておりますので、中を見ていただくといいんじゃないかなと思います。この照明もいいな。おしゃれ。ありがとうございます。玄関。これは靴を履く用の。そうですね。
やっぱりブーツとか、うん、あとやっぱりスニーカーすごく大事にされる方とかも増えてきてますので、はい、やっぱりこの靴を履くときにちょっとこう腰掛けて、はい、こう靴を結んだりだとか、はい、ブーツを履いたり、あと小さいお子さんがいる方もこっちに座らせてこう靴を紐を結んであげたりということができるようなちょっとしたカウンターがついています。ここになんかその花瓶とか飾って、そのグリーンとか飾ってもすごいかっこいいかなというふうに思います。めちゃくちゃいいですね。はい。最近は絵を飾る方も増えてきてますので、はい、なんかそういうちょっと可能性が広がる玄関ですね。はい。では中行きましょうか。はい、もちろんここもハイドアの設定になってますね。はい。はい、さあこちらでございます。はい、カジュアルグレーという感じですよね。そうですね。はい。落ち着いたグレーの感じなんですけれども、グレーばっかりで使っていっちゃうと、どうしてもお家の中がこう暗い印象になっていってしまいますので、やっぱりこう木目を取り入れて、暖かいような感じにしております。なるほど。はい、コストを抑えて、はい、でもデザイン性、かっこよくっていうポイント、どういったところをこだわったんですか？まずこう見てもらった時に余分な線が少なくなるように、お家は作られております。はい。はい。なのでカーテンレールをちょっとこう埋め込んでみたりだとか、あとリビングのダウンライトもちょっと見えないように彫り込んであったり、あと余分な線がないような風にこうしつらえてディティールを細かく作っております。はい。なんかドアなんかもこだわってるんですよね。そうですね。やっぱりこうお金をかけなかったとしても、こういうようなですね、水回りだと普通にこう垂れ壁というような、ここにこう壁がこう出てきてしまうような設計とかがあったりするんですけど、こういうこともないように全部上から下まで開口をちゃんと取って、なるべくこう余分なノイズがないようなデザインができるようになってますね。その線を少なくするということなんですね。はい。あとこれ床は、はい。これは無垢ですか？いや、実はすごく無垢に見えるんですけど、これは無垢ではないんですね。すごい木目がしっかりしているのでクオリティ高いですよね、このフローリング。なるほど。でもこういった照明、はい、めちゃくちゃおしゃれですね。ありがとうございます。はい。実は、建物的にはそんなに LDK って大きなスペースではないんですけれども、やっぱりこの視線がしっかりとこう抜けていくっていうことを考えて窓を配置しているので、中にいた時のその空間の広さ、開放感というのはすごくあるかなと思います。へー。あとこの家はヌックというのがあるんですよね。ありますね。はい。ちょっと教えていただいていいですか？最近やっぱりこうリモート会議だとか、こうお家で仕事をする方も多くなりましたけれども、そういう方向けの書斎というのがちゃんとあります。で、階段下に少しだけこうこもれるような作業スペースがありますので、ぜひちょっとこちら見ていってください。うわ、いいですね。これしかもこれ見えますかね？足入れれるんですね。ちょっとヒョンさん中入ってもらっていいですか？いいですか？じゃあ私実際座ってみますね。はい、足がちゃんと中に入れれるようになってますので、結構コンパクトな空間ですけど、しっかりとこもり感とフィット感がありますので。はい、仕事に集中できるような作りにはなってますね。素敵。いいですね。なかなかこうリビングの中にポンと机を置いただけだと仕事集中できなかったりするので、割とこういうちょっとこもり感というのを演出してあげると生産性が上がるんじゃないかなと思います。はい。はい。では次はキッチンですね。はい。はい。キッチンは実は全くお金をかけず、はい、元々の標準のものを見ていただけるようになっておりますので、はい、こういうものが入ってるんだなというふうに思っていただければいいかなと思います。なるほど。ガス併用なんですね。はい、ここはガス併用です。でも食洗機もしっかりついております。はい、そうですね。これちなみに白じゃないですか。はい。これ黒にするだけでやっぱ高くなったりするんですか？大体のメーカーもののキッチンだと黒の天板のオプションがなかったりするんですよ。へー。ちょっとグレーだったりとか、はい、そういうものはあるんですけど、真っ黒の天板っていうのはあまり選べないんですかね。後ろもカップボードということで、キッチンとお揃いのカップボードを取り付けております。はい。はい。後ろが何でしょうか？後ろがパントリーになります。はい。はい。い
やっぱり奥様が買い物に行く時って結構限られてますもんね。例えば安い時にまとめ買いをできたりだとか、あと共働きの方だと行ける時間かなり限られてきてますので、やっぱり買い置きをする方増えてきているかなというふうに思います。はい、なのでそういう方のためにパントリーがあるとかなり買い物が楽しくなるかなと思いますね。このママからの景色はこういう感じでございます。わ、いいなこれ。いやしっかりとキッチンからも視線が抜けるような設計になってますね。確かに。でしかもこの一番ね外から目に入るようなところの窓あるじゃないですか。あれが大きすぎないので、ちゃんとこのプライバシーというか、それが守られてる感じしますよね。そうですね。かつ植栽もあるし、外からの映像と中からの映像でだいぶギャップがあると思います。中からは外はちゃんと見えるんですけれども、設計のちょっと手法で外から見た時はあんまり中が見えないのにちょっと確かにすごくギャップがあると思いますね。ちょっとねここで外観の写真出しましょう。こちらなんか外から見えないですよね。ただ中からはこちらですよ。ほら外見えるっていう。賢いね。これが南向きので家を建てるコツですね。そうですね。これすごくうまく設計できているかなと思います。では洗面所行きましょう。洗面はちょっとここは造作洗面で作っております。ちょっと今照明の位置が低すぎるんですけどね。そうなんですか。ちょっと当たっちゃうんですけど、これもしっかりと三面鏡で収納のあるタイプのものを選んでおりますので、すごく実はですね明るく作る工夫があって、下は実は窓になっているんですね。窓になっています。本当だ。やっぱり洗面を暗くしたくないですし、ここからの間接の光がリビングに入るというのも少し大事にしていますので、ちょっと洗面でも光を多く取り入れるような洗面になりますね。朝とか素敵だと思います。じゃあ次トイレ。トイレもそんなにお金をかけずにかっこよく作っております。かっこいい。こだわったところが一つは窓の配置ですね。ここもなるべく線が少なくなるように真ん中ではなく隅っこに配置して、やっぱりこういう少し落ち着いたテイストのトイレだと、シルバーの紙巻き機ではなくて黒色の紙巻き機とタオル掛けっていうのを採用していますので、ちょっと引き締まるのではないかと思いますね。冒頭でも言った通り、そんなにお金をかけなくてもしっかりとかっこいい家って作れますよというような話があったと思うんですけど、今回この日本着の家で我々がお金をかけたポイントというのが、やっぱりリビングから玄関の入り口、このドアをハイドアにしていくということと、あともう一つはそのさっき言った線を少なくするようなディティールにこだわって作るということと、あともう一つがですね、コンセントにちゃんとお金をかけていくということですね。スイッチとかコンセントが全部黒色になっているんですね。これ寄ってもらうとすごくかっこいいコンセントがついているんですけれども、ここにお金をかけていくと全体的にこの生活感というのが出てこずにかっこよくなるかなと思います。では2階ですね。お金をかけるポイント一つ先に紹介しちゃうと、この階段の手すりですね。これって実は黒く角のあるモダンなものをつけてるんですけども、やっぱりメーカーさんの手すりをつけるとすごく生活感が出てしまうので、これ手すりに気を使ってお金をかけてあげると全然この階段の空間もかっこよくなるかなと思います。では寝室から見ていきましょう。この壁紙いいですね。ここはクローゼット。ウォークインクローゼットになってます。空間をすごくギュッと生かしたようなクローゼットですね。こちらでございます。寝室にはやっぱり朝目覚めよくなるように、南側にも東側にもしっかりと大きな窓を取っておりますので、ちゃんと明るく目覚めれるようになっております。これは何畳ぐらいですか？ここが、これで8畳ぐらいありますね。十分ですね。十分ですね。これだけあるとやっぱり広いですね。で、こちらの壁紙はちょっと落として色をということですよね。そうですね。
へ寝室にどこかこう暗いアクセントを入れてもらうと、はい落ち着きが出てきますので、はいおすすめですね。はい、じゃあ子供部屋に行きましょう。2階の子供部屋はとってもシンプルに作られております。広さとしては6畳ですね。でもこれ窓はオール樹脂の、あ、そうです。はい。ペアガラス。日本、いや、トリプルガラス。トリプルガラス。はい。アルゴンガス入りのトリプルガラスの樹脂サッシは日本中堅は全部標準サイズなので。だから、こっちはだから南じゃなくて北ですよね。はい、北側です。北でエアコンなしで2月3日。はい。なのに全然寒くない。このままでも生活できるというレベルですよね。そうですね。やっぱり設定の温度が下のエアコンが20度1台ですので、やっぱりこっちに来ると19度ぐらいかなというふうに思います。20度ぐらい、体感なんか20度ぐらいかなっていう、人によって違いますけどね、これはね。高断熱住宅にしても、例えば20度だったら全ての人が暖かいわけではなくてですね。あ、そうなんだ。はい、体感で私すごい寒がりなんですけど、私は22度とか23度ぐらいの設定が非常に心地いいなというふうに思います。では次はトイレですね。はい。トイレもすごいカジュアルに作ってあります。おお、ライトが。暗さがかっこいいな。はい、ありがとうございます。はい。今回は下が木目にしましたので、カーキの壁紙を使ってちょっとカジュアルにかっこよくしております。で、このね、僕ね、階段から降りるところのここ、すごくないですか、これ。美術館みたいじゃないですか、これ。これ。なんか吸い込まれそうな。うわー。はい、じゃあ下行きましょう。戻りましょう。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。めちゃくちゃかっこよかったです。いや、ありがとうございます。で、これエアコン1台でこの1階はね、暖かさって十分感じます。はい。これ何度ぐらいなんですかね。ここ23度ぐらい、22、3度。20度の設定で今エアコンをつけております。へえ、そうですか。はい。で、これ下ももちろんトリプルガラスのオール樹脂を入れております。耐震は？耐震は耐震等級許容力度計算をやって耐震等級3を取得して制震ダンパーをつけて未来芸、未来をつけて、全部標準でついております。準耐化構造、省冷準耐化構造、省冷準耐化構造、省冷準耐化構造も入れてる、もちろんついておりますし、長期有料住宅も標準でついております。フルスペック？フルスペックです。もちろんフルスペックです。フルスペックのワンスペックですね。で、これ今これモデルハウスじゃないですか。はい。でも実際にこちらこれ場所どこですか？これが安城市の日本議町というところにあるんですけども、これ土地から実際このモデルルーム買うことができます。ここ立地、安城駅から徒歩だと何分ぐらいですか？徒歩だと大体13分ぐらいの近いですね。めちゃ近いですね。車だと2、3分ぐらいじゃあ。そうですね。本当に車だとすぐ来れちゃう。自転車でも本当にすぐ着けちゃいますね。でね、ヘルシーな飲食店もたくさんあって、でかつここは、これね、僕外で外観撮ってたんですごく思ったんですけど、本当に平和ないい人たちがいるような住宅街という感じがしますね。本当に私の感覚だと人気の住宅街だなとは思ってますね。これ実際にこうやって買えると。いうことなんですよね。来ていただいた方が買えますね。ぜひですね、皆さんお気軽にお問い合わせください。なるべくお金のかからないような、でもかっこいいというのを実現しておりますので、それも実際見て温かさやこのかっこよさというのを体験していただきたいなというふうに思っております。最後までご視聴ありがとうございました。公式 LINE を概要欄に貼っております。ぜひ皆さんお気軽にお問い合わせください。ありがとうございました。ありがとうございました。